Hey guys, I'm Asuka. こんにちは、Asuka です。今日は家の近くの海に来て撮影をしています。すごいいい景色。久しぶりの晴れ。今現在ですね、私はこうやって海外の皆さんに向けて動画を投稿したりとか Twitch の方では、皆さんと英語でお話ししたりなんかもしてるんですけれど、もともと私は中学校で英語を勉強したっきり、その後勉強も全くしていなくて、海外の人って本当に Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? って挨拶すると思ってたんですよ。本当にそうやって挨拶するって思ってて、そんなレベルだった私の英語の勉強方法についてお話ししていきます。まずね、私はもう皆さんご存知の通り、オーストラリアで1年生活をしていました。そもそもオーストラリアに行ったきっかけが、英語が喋れるようになったらいいなっていう思いからだったんで、オーストラリアに行ったことをきっかけに英語の勉強をしっかりとし始めました。オーストラリアでの勉強法ってもうアスラジの方でもある程度喋ってるから簡単にお話ししていくんだけど、まず語学学校に通っていたことと、あと語学学校が終わってから、現地でお仕事をしていたこととか、あとは現地のお友達との交流、これらが主にスキルアップにつながっています。勉強法っていうよりかはこれは精神論になっちゃうんだけど、私が現地生活を経験して何を得られたかって言ったら、恥ずかしがらずに自分の伝えたいことを伝えるっていう勇気、伝わらなかった時に諦めないっていうこの思いだね。もうこれは勉強法じゃなくて精神論。とりあえず諦めない。あと恥ずかしがらない。もうこれだけでした。向こうでの生活で私が得たもの。次に、私が一人でやっていた勉強方法、オーストラリアでもやっていたし、日本に帰国してからも、やれること、まずね、日記で英語を書く。2つか3つの文章を作って書くというか、携帯の日記のところに残してた。オーストラリアに行ってから割と初期の頃からだいたい半年ぐらいは気が向いた時にやっていました。次に、洋楽の歌詞を訳して、それを訳した後に歌うっていうこと。好きで曲も知ってるのに意味知らないんだよ。意味知らないで洋楽楽しんでたから、訳してノートに書いたりとかして意味を知った上で歌うとかね、そんなこともやってました。はい、次が映画とか動画を見る。日本語の字幕をつけてみたり、あとは英語の字幕をつけてみたり、字幕なしで見てみたり。私プラダを着た悪魔っていう映画が好きなんだけど、そういう好きな映画は何回も見るっていう、繰り返し見るのは結構いいかもしれないね。フレーズをそのまま覚えたりとかできるからすごくいいと思う。海外のインスタグラマーの人
をフォローして、その人のインスタライブを見たりとか、あとはその人のポストがもちろん英語だから、その英語を読むっていうことをしてました。やっぱり興味がある人だから、何してるのか知りたいし、何喋ってるかも知りたいじゃん。だからそういうの意味でもすごくいい勉強になったと。私はノートを開いて鉛筆持ってカリカリってやってたのは学校に行ってた時ぐらいでした。もうその後はほとんどが実践的なことばっかりだったように思います。で、こうやっぱり勉強していくとさ、ちょっとずつ上達してくるじゃん。私が上達したなーって思った瞬間、初めてそう思ったのは英語を喋ってる夢を見た時。初めてその夢を見た時は本当に朝起きた時に喜んだね。すごい英語で喋ってたみたいな感じ。すごい嬉しかった。だいたい勉強を始めて1ヶ月ぐらいの時だったかな、英語の夢を見たのは。オーストラリアのお店で店員さんとスムーズに会話ができた時とか、あと自分が働いてる時にお客さんと何の引っかかりもなく会話ができたこと、それもすごく上達を実感した場面でした。うん、というのも、学校の友達とかもう私を知っている人は私が英語できないことをすでに知っていて、英語を聞き取るときにある程度相手が努力してくれてるから、聞き取ろうとしてくれてるからさ、そういう時って。でそうじゃなくて、街中の店員さんとかお客さんとかと話せた時って、自然に会話ができたんだなって実感できたよね。それもすごい嬉しいなって思った場面でした。で、あともう一つ、これは日本に帰国してからのことなんだけど、日本に帰国してから電車の車内のアナウンスが英語で流れるんだけど、その時にその車内のアナウンスが何言ってるか分かったんだよね。すごいなって思った。オーストラリア行く前って何言ってるか本当に聞き取れてなかったから、車内のアナウンスは聞き流されてただけだから、ただただ。オーストラリア行く前と行った後で比較ができたから、それはすごく分かりやすく実感することができた場面でした。ここまで私がどうやって英語を勉強してきたかっていうお話をしてきたんだけど、私がここまで続いてる理由は、まず無理を自分にさせないってこと。私の場合だったら、英語の勉強が辛くなった時、しんどいなって思った時に、なんで私って英語勉強したいんだっけっていつもそこに戻る。だって別に英語の勉強って必須じゃないから、絶対にやらなきゃいけないことじゃないし、私がやりたくてやってるんだから、
辛くなったら辛いんだったら別にやらなければいいんだし、勉強したいな、英語喋れるようになりたいなってこう原点に戻った時にまた勉強を再開する。そしたらなんかさ、嫌いにならないじゃん。あとはやっぱり英語に対して興味を向け続けるために、英語ともともと私が興味のあるものをつなげる。あとは自分の生活と英語をつなげるっていうことを積極的にやっています。今もやっています。だんだんと風が強くなってきたからちょっとそろそろ終わろうかな。勉強を頑張ってるっていうよりかは、英語を勉強することそのものに興味を向け続けるっていうことを頑張る。そんな感じ。風強くなってきたから終わりにしよう。しかもさね、すごいさ、こんなさ、おしゃれにっていうか、こうちょっと生きってさ、こんなおしゃれな場所をこう映える背景で撮影をしてみたんだけどね、もうかゆい。もう何かに食われました、私はすでに。やばい。ということで、私の勉強法についてでした。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はーい、付け足しです。この間海で話した時はちょっと最後風があまりにも強すぎたのと、あとめちゃくちゃ虫に食われて、でちょっと喋るの忘れちゃってたんだけど、今回の私の英語の学習方法っていうのは、どの言語を勉強するにしても同じことが言えるのかなと思ったので、今回お話ししてみました。言語の勉強っていうのと自分の生活をどれだけリンクさせることができるかっていうところが結構重要なんじゃないかって思ったんで、日本にもたくさん日本語を学習するコンテンツがあるじゃん。漫画とかさ、アニメとかめちゃくちゃいっぱいあるからさ、そういうのをたくさん活用してもらいたいなって思うから、ぜひぜひ私の学習方法のパターンを自分の場合はどうかなっていうふうに一度考えてみるきっかけになるんじゃないかなと思います。そんな感じでこれからもみんなで言語学習頑張っていきましょう。じゃあね。